こんにちは、ヨンギャオの中間です。今日はですね、僕が愛用している作業中におすすめのイヤホンの方をご紹介したいと思います。それがですね、このショックスというメーカーのオープンランという骨伝導のイヤホンになります。骨伝導なので耳を塞がない、耳に何も入れないオープン型と言われるタイプなので、周りの環境音を聞きながら音楽を楽しむことができるし、耳に入れないので、その耳の中が蒸れて耳の中の病気ですねも防ぐことができるという意味でですね、結構人気のイヤホンになっています。音質の部分はいろんなイヤホン系の YouTuber の方がですね、いろんなレビューありますので、ぜひそちらの方を見てください。で、僕はですね、この作業中に使うのがいかにいいかっていうのをですね、お話ししたいと思います。まず一つ目は絶対外れないっていうところです。こういう形状になっていて、後ろから通して、耳に引っ掛けるという構造になってます。で、これ基本的にスポーツ用として開発されてるんですよ。ランナーの方であったりとか、あとはフィットネスをする方とか向けにですね、開発されているので、激しい運動をしてもですね、全然外れないんですね。なので作業中につけてても安心してつけられます。もう一つのポイントは環境音が聞こえるっていうところですね。仕事中に誰かとあそこどうするんですかみたいな風にコミュニケーションする場面も多々ありますし、その作業中に周りの環境音で状況判断している部分っていうのはすごくあるので、その作業現場としてはオープン型のイヤホンっていうのがですね、すごくおすすめです。もう一つおすすめのポイントはこれで電話が出れるんです。これめちゃくちゃ便利で、電話かけがポチッとやったら出れるんですよ。だから両手が使えるんですよね。だからちょっと片付けながらも会話できるし、あとは図面とか見積もり見ながらですね、両手を動かしながらですね、電話をすることができます。なので僕音楽聴いてない時でも常にもう仕事中はずっと電源入れてペアリングした状態でつけたまんまにしてます。で、音楽聴きたくなったら聴くし、電話かかってきたら出るしっていうので、もう常に仕事中はつけてるっていう感じですね。で、最後に一番のおすすめはこの耳栓と併用ができるんです。この耳栓と骨伝導のイヤホンの組み合わせはマジ最強です。これめちゃくちゃいいと思ってます。で、僕耳栓を使い出してから1年半ぐらいになるんですけども、本当に毎日使ってます。もうこれがないと逆にうるさくて嫌だなって思うぐらいずっと使ってます。僕は DBAT っていうこのメーカーのものを使ってるんですが、詳しくはですね、動画作ってるのでそちらの方を見ていただければと思います。ただ一つ確実に作業現場で耳栓しないと確実に耳悪くなります。難聴になっていくというのはまず間違いないです。問題は10年後、20年後、30年後、自分の耳が悪くなりました。耳遠くなりました。でも誰も責任取ってくれないですよ。だから自分の耳は自分で守る必要がある。自分の健康も自分で守る必要があるという意味でですね、耳栓を今押してるんですけども、だからなんかもっと普及してほしいなと思うんですけども、ということで耳栓を、今押してます。で、僕これずっと使ってて、でもやっぱ音楽聴きたくなる時あるじゃないですか。その誰かと仕事してる時は別にいいんですけど、一人でやってるとやっぱなんかちょっと寂しいなみたいな、なんか聞きたいなって思った時に、なんかその耳栓しながら音楽聴くってなんかあんのかなと思って調べた結果、この骨伝導がいいっていうのを調べてですね、それで使ってみたっていうのがですね、きっかけになります。で、これ本当骨伝導不思議なんですけど、これ耳開けてる状態よりこうやって耳塞いだ方が音大きく聞こえるんですよ。いや、なんかやっぱ骨から伝わるっていうのはそういうことなんですね。なので、その若干高音が弱くなるのでちょっとこもった感じはするんですけども、それでもボリュームという意味ではもうこの開けてる状態を耳塞いだ方がより大きく聞こえます。なので、これで耳栓で騒音を防ぎつつ、音楽を楽しむという、この組み合わせが一番最強だなというふうに思ってます。これそれでノイズキャンセルのイヤホンでよくねって思われると思うんですけども、いや全然それでもいいです。その何もしない、耳に何も入れない状態よりは絶対そっちの方がいいんで、ノイズキャンセルのイヤホンでもとりあえずしてほしいんですけども、ただちょっと根本的なそのアプローチが違うんですよね。この耳栓で、特に DBAT とか、他にもポム栓とか、いろんな耳栓があるんですけども、その基本的には音をクリアに聞くための耳栓というのはあるんですね。ライブとかで音楽を楽しむために綺麗に音は聞こえるんだけど全体的なボリュームを下げますよっていうタイプの耳栓なんですね。なので音を防ぎつつ音楽を楽しむという組み合わせがこの耳栓と、骨伝導なんですね。ノイズキャンセルの方は基本的には再生している音以外は全てキャンセルしますよとっていうのが根本的な発想だと思うので、その環境音を聞こえるっていう意味だと、ちょっと弱いのかなというか、ちょっと問題があるかなというふうには思っています。で、あとノイズキャンセルってたまに高音拾っちゃいません？なんかキーンとかチンとかっていう高い音がもう倍でくるみたいな、ダーンって入ってくるみたいな時とかあったりとかするんで、そのノイズの認識のこれもどんどん改善されていくと思いますけども、ちょっと拾っちゃう音もあるというのはですね、問題点かなというふうには思ってます。あとはバッテリーの問題もありますね。その作業中8時間ちゃんと持ってくれればいいんですけども、途中で切れちゃうとその意味がなくなっちゃうので、
そういうところの問題かなというふうには思っています。いずれにせよですね、とりあえず耳に何か入れとくと、耳を防ぐというのはですね、重要なポイントだと思っています。これ僕このオープンランを使っていて、これすごくおすすめなんですけど、1個買う時にですね注意があります。でそれがサイズですね。これオープンランってこのオープンランとオープンランプロっていう2つのラインナップがあって、でそれぞれにスタンダードとミニっていうサイズの2種類があるんですね。僕何も考えずに最初スタンダード買ったんですよ。というのもなんかミニは女性とかが絵に描いてあったので、絵に描いてたっていうか女性とかのイメージだったので、なんかちっちゃいんかなみたいな風に思って、とりあえずスタンダード買ったんですよ。そしたらめちゃくちゃでかくて、ここがもうバコーン出てるみたいな感じになって、すごいなんかすげえ後ろ邪魔だなってなったんですよ。だからでよくよく調べるとサイズ測ってみるとミニだったというのでですね、わざわざ買い直しました。でこれホームページとかにサイズ分かりやすく書いてないんですけども、これ測り方があって、この耳の後ろですね、ここの耳の後ろとここの耳の後ろ、この距離をこうやってスケールで耳の後ろのこの距離を測ってください。僕がだいたい22ミリなんですね。23.5 ミリ以下はミニです。でそれ以上だったらスタンダードを選んでください。でここを気をつけてください。僕もこの間スーパーで結構つけてる人多いじゃないですか。でたまに同じくバーコーンめっちゃ出てる人いるんですよ。あの人多分ミニだなってたまに思いますもん。だからミニとスタンダードあるので、そのサイズだけですねちょっと気をつけていただければと思います。はい、ということで、今日はですねおすすめのイヤホンということで、ショックスの、オープンランの方ですねご紹介させていただきました。何かの参考になれば幸いです。ではありがとうございました。